その日、生徒たちは気づかされた。階級に支配される無意味さを。図書室に囚われる理不尽さを。ドラマ CD、進撃のスクールカースト、第3話。850年ではない。いつかのどこか。タイタンハイスクールには厳格なスクールカーストが存在した。とある土曜日、ジョックのライナー・ブラウン、クイーン・ビーのヒストリア・レイス、バッドボーイのジャン・キルシュタイン、ギークのアルミン・アルレルト、ゴスのミカサ・アッカーマン、普通の人のエレン・イェーガーら6人は図書室で長時間の補習を受けさせられていた。自分とは何かというテーマで課せられた作文は一向に進まず、ランチの際にはそれぞれの家庭環境やコンプレックスが垣間見え、6人は互いに言い争った。騒ぎを聞きつけた歴史教師のエルヴィン・スミスが再び図書室に現れ、荒ぶっていたジャンに特別な処遇を与えるという。そんな緊張感あふれる状況の中、普通の人のエレンは腹痛を覚え、トイレに行きたいと言い出すが。ジャン・キルシュタイン、お前には特別な処遇が必要だな。私はこれから非常な決断を下さなければならない。いつか行く地獄でそのツケを払えればいいんだが、命令には従ってもらおう。もちろん他の者も同罪だ。きっちりと責任を。うるせえな！他の奴ら関係ねえだろ！ぐちぐち言ってねえでさっさとやりゃいいだろ、その特別な処遇とやろうよ！口を挟むな。当然そうさせてもらうつもりだ。覚悟はいいな。スミス先生、トイレに行きたいんですが。またか、エレン・イェーガー。さっきも言ったんじゃないのか。さっきのは小です。今度は大きさが違います。それも、かなりの緊急事態なんですが。その割には平然としてるけどな。まさに腹の底が見えないってやつだね。アルミン、うまいこと言ってる場合？ただのネットジョークだよ。その場の空気を読まない人間特有の発言。全員口を閉じろ。そしてエレン・イェーガー、お前はもう少し我慢していろ。はあ。それから残りのもの。今回はひとまずジャンへの処遇に留めておくが、他人事だと思っている場合ではないぞ。皆が肝に銘じておくべきだ。今でこそ平和な世の中だが、もし状況さえ異なれば、誰が巨人に食われても不思議ではないと。なんだよ、わけわかんねえことばっか言いやがって！何させよってんだよ！ジャン・キルシュタイン、これからお前に罰を与える。罰ときたか。いつだって俺ら生徒は罰を受ける存在ってわけだ。ご立派な大人たちに命令されてな。先生、このとてつもなく腹が痛い状況で待たされるのは、俺にとっても罰なんです。ジャン・キルシュタイン、午後からお前だけは別室行きだ。用具室で作文を書いてもらう。はぁ？用具室？なんだってあんな狭くてカビくせえところでクソ作文なんか。それはお前が取るに足らない生徒だからだ。そう、兵士に例えるならば訓練兵以下。足を引っ張るだけの役に立たない極潰しだ。皆もジャン・キルシュタインの数年後を楽しみにしておくといい。きっと今と何も変わらず負け犬のように吠え続けているだろう。誰にでもできる単純な労働に従事し、それが終わればいそいそとパブに向かう。そこで同じような境遇の負け犬と夜中まで酒に溺れ、お互いのくだらない人生を慰め合う。いわば町のダニだ。今と変わるところは、大方似合わぬヒゲでも蓄えている程度だろう。図星のようだな、ジャン・キルシュタイン。さあ、早く荷物を取れ。行くぞ。さんじゃねえ！くそ、どいつもこいつも舐めやがって。出ていきゃいいんだろ、出てきゃ！父親！
他の者も、今より劣悪な環境に落ちたくなければ、私の言う通りおとなしく作文を書け。生徒は教師に従うものだ。何にせよ、これで静かになったな。それはそれで、なんか寂しい気もするけど。出会いは偶然、別れは必然。あれ？エレン、どこに行くの？トイレ。ああ、そうだったね。とにかく、私たちは作文の続きを書くしかなさそうね。こうして、ジャン・キルシュタインは補習中に騒いだ罰として、別室送りとなった。用務室に連れて行かれたジャンは、狭く劣悪な環境の中、改めてエルヴィンと向き合っていた。くそ！なんだよここは！埃っぽいし狭いし、おまけにくせえ！こんなとこで作文なんか書けっかよ！作業スペースは十分にある。机はその棚を、椅子は踏み台を使いたまえ。少し薄暗いが、お前にはお似合いの環境と言えるだろう。おい、スミス先生よ。俺をいたぶってそんなに楽しいか？いたぶる。悪いが、私は個人的な感情から罰を下しているわけではない。私はただ現状を鑑みて、十分に予測可能な事実を述べただけだ。そして何よりもこの学校のため、ひいては我々人類のために、なすべきことをしているだけだ。話になんねえな。聞きたまえ、ジャン・キルシュタイン。私、エルヴィン・スミスには使命がある。歴史教師として人類の過去の過ちに学び、すべての若者が正しい未来を歩めるよう導くことだ。そのためには、貴様のような生徒に罰を与えることに、いささかの躊躇もない。わかったなら、18時までここでひたすら自分を見つめ直せ。そして考えろ。自分とは何かを。開けろよ！くそ！畜生！こうなったら絶対に抜け出してやる。ジャン・キルシュタインは一人、狭い用務室に閉じ込められた。歴史教師のエルヴィンも満足し、職員室へ戻った。一方、図書室の5人は、相変わらず作文を書き続けていた。やっぱあいつがいないとはかどるな。私はいまいち、なんか張り合いがなくなっちゃった。だったら、俺のを参考にしてもいいぞ。本当？じゃあ見せてもらおうかな。ああ、ほら。何私の母はとても素晴らしい人間です。いつも私のことを気にかけてくれます。母のおかげで、私は勉強もスポーツも常に全力で頑張ることができます。アメフト部でキャプテンを、全校クラブでクラブ長を務めていられるのも、母あってのことです。母の期待に添えるよう、これからも頑張ります。って、何これ？作文のテーマ、ママに感謝を伝えようだっけ？必要なまでの母性への感謝。その裏にある歪んだ感情。内容はどうでもいいだろう。とにかく何でも書けばいいんだ。本当、あのバッドボーイがいなくなってせいせいしたよ。確かにそうかもだけど。なんなのアルミ。まさかあいつに同情してるわけ？あんた人に同情できるような立場だっけ？いや、同情というか、ちょっとスミス先生もひどすぎるんじゃないかって。そうかしら。いつもあんな感じだろ。でも、ジャンを取るに足らない生徒だとか、役に立たない極つぶしだとか、負け犬とか谷とか、いくら先生でも、言っていいことと悪いことがあるような。大人はそうやって、私たちを支配下に置きたがるのよ。いちいち気にしてたらキリがない。ああ、不良ぶって騒ぎ立てたあいつが悪い。
わざと大人の目の敵になるようなことをするからだ。でも、騒いでたのは僕たちも一緒だよ。もしかしたらジャンは、バッドボーイの自分だけが悪者になることで罪を被ったのかも。そんなバカなこと。あいつに限ってあるわけないだろ。何よエレン、急に立ち上がって。っていうか、いつトイレから戻ってきたわけ？もしかして君も僕と同じ考えなの？いや、ただのエコノミークラス症候群予防。座りっぱなしだと足の静脈に血栓ができて、最悪死に至る場合もあるから、軽く散歩してくる。図書室出たらスミス先生に怒られちゃうんじゃ。またトイレだって言えば問題ないよ。他人がどうとか、一切関係ないんだな。あくまで自らの事情に忠実な男。ほんと、変わった人だよね。まあ、ああいう生き方もありなのかもね。そしてエレンは、エコノミークラス症候群予防のために散歩に出た。だがその頭上、天井の上をこそこそと這ってゆく生徒の存在には全く気づいていなかった。閉じ込められていたジャンが用具室の天井から抜け出し、ダクト内を進んでいたのだ。くっそ狭いな。でかい生き物の口の中進んでるみてえだ。大体母ちゃんが悪いんだよ。いつも世話ばっか焼きやがって。普通高校生までなって弁当持ってくるかよ。小学生かってんで。そりゃ母ちゃんの弁当悪くねえけどよ。おかえりエレン、早かったね。そんな長時間の運動は必要ないからな。思ったよりも早い再会ね。二人が奇妙な形に折り重なって、まるで邪神のオブジェのよう。天井をぶち破るとは、いかにもだな。どうせなら、この図書室の壁を壊して欲しかったけど。おい、早くどいてくれよ。なんだよなんだっててめえがこんなとこにいんだよ。散歩から戻ってきただけだよ。散歩だと？相変わらずのんきな野郎だな、てめえは。ただ死にたくないだけだよ。わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。たく。じゃあ、一時はどうなることかと思ったよ。戻ってこられてよかった。よくねえだろ、オタク野郎。服は汚れたし、髪もボサボサ、その上ケツが超痛え。静かに。スミス先生だ。やっべえ。早く隠れて、じゃあ。天井には魔界へ通ずる闇の大穴が開いたまま。ライナー天井板、元通りにはめて、早く。今の物音は何だ？何かが壊れるような音だったが。何か聞こえました？俺たちは何も。どんな音だったんです？幻聴では。ライナー、アルミ、ヒストリア、ミカサ、エレン。一応5人とも言われた通りに作文を書いているようだな。ええ、もちろんです。ずっと真面目に取り組んでました。仮に物音がしたのなら、図書室の外からなんじゃないですか？そうだな。その可能性もゼロとは言い切れんが。歴史教師のエルヴィンは、とりあえず納得するしかなかった。5人は物音など聞こえなかったと言い張るが、当然嘘だ。今アルミンの机の下には、用具室から逃げ出したジャンが隠れていた。くそ、また狭いとこかよ。今の音は？俺が机を叩いたんです。アメフトの試合が近くてつい興奮してしまって。ほら、ゴリラとかよくやるじゃないですか。うほーって。大会が近いし、私たちチアリーダー部もリズムの確認を。トン。太古から続く生命のビートが選手たちの潜在意識を鼓舞する。僕たち応援の生徒も足踏みで応援するんですよ。ロック手組んだぞ。待て、確かに声が聞こえたぞ。関根
部屋が乾燥しているせいですかね。ケホミカサ・アッカーマン。ここは神聖な図書室だ。唾を吐くな。しかし、唾には古来より魔除けの効果が。神聖な図書室には必要かと。みんな、うまく逃れたつもりかもしれんが、次はないぞ。教師を愚弄するな。必ず真実を暴き出してやる。ぶねえ。ギリギリだったな。いやー、絶対バレたと思ったぜ。まさしく九死に一生。ほんとアルミンに生まれて終わったと思ったぜ。まさかミカサの唾が効果的だとはね。何にせよバレなくてよかった。お前が見つかれば今度こそ連帯責任で俺たちまでヤバかったからな。さすがは全校クラブのクラブ長さんだな。多少は頼りになるぜ。なんだいきなり大声上げて。どうしたアルミン。僕たち、スミス先生を出し抜いたんだよね。それってすごいことだよね。今すぐネットに書き込みたいぐらいだよ。やったよってさ。おいやめとけ。そういうとこがギークなのよ。でも僕たちは大人に勝ったんだ。いつもバカにされてる僕がスミス先生を騙してやったんだ。ギーク呼ばわりされてる僕が誰にもできないことをやってのけた。もう誰にも僕をバカにしたりなんかさせない。アルミン落ち着けよ。さすがに興奮しすぎじゃない？興奮しないでいられないよ。僕はずっとルーザーだった。誰かに勝ったことなんか一度もなかった。その僕がエルビン・スミス先生に勝ったなんて。この気持ち君ならわかるだろ、エレン。いや、俺は別に。そう。まあ、とにかくアルミンの気持ちもわからんでもないが。それにしたって大げさすぎよ。バカみたい。バカじゃない。何よミカサ、反論するわけ？アルミンがバカなら、みんなも同じようにバカ。胸の奥に隠してるだけ。誰にも知られないように。何それ？意味わかんない。俺たちとアルミンじゃカーストが違うんだ。俺たちはルーザーじゃない。同じなわけないだろ。そうとも言えねえだろ。どういうことよ、じゃん。確かに俺たちはカーストが違う。王様とオタクの間には埋めらんねえでっけえ溝があるし、普段見てる世界も全くの別物だ。でもよ、それぞれが何らかのミスをして補習を受けさせられてんだ。その点じゃ俺もアルミンもバカだし、てめえらも大バカ野郎ってわけだ。違うか？それは。っていうかよ、そもそもなんでお前らが補習なんか受けさせられてんだ？不良の俺はともかく、ジョックやクイーンビーが週末の学校に呼ばれるなんて、さぞやご大層な理由があんだろ。ジャンは、それまで聞けなかった問いをぶつけた。ライナーとヒストリアは、言いづらそうに口を閉ざしたまま、ただ黙っていた。一方その頃、教師のエルヴィンは職員室に戻る途中で、清掃員のリヴァイと会うことになる。まったくふざけた連中だ。近いうちに必ず思い知らせてやる。ようエルヴィン、どうした？クソでも漏らしたみてえな面だが。相変わらず辛辣だな、リヴァイ。出来の悪い生徒を持つと苦労するんだよ。そりゃ図書室で補習を受けてるあいつらのことか。ああ。あんな連中がこのまま正しい道を理解しないまま、将来この世界を背負って立つかと思うと、頭が痛い。ああ、そうかもな。奴らは何も分かっていない。この学校を思い、この世界の行く末を思う教師という存在を馬鹿にしている。どこまでも腹の立つ奴らだ。今のお前がそういうのも仕方ないだろうよ。とはいえ、昔は自分も同じ立場だったことを忘れちまったみてえな物言いだな。何が言いたい、リヴァイ？別に。ただ自分があいつらくらいの年だった時、何を感じ、どう思ってたか、
少しは思い出してみてもいいんじゃねえかってことだ。私は、あんなに愚かな生徒ではなかった。そうか。さすがだな。自分とは何か、それがわかるガキだったんなら何よりだ。まあ、補習に呼ばれるような奴らだからな。何かをやらかした連中であることに間違いないだろうがな。彼らは反省し、顧みるべきなんだ。自らが犯した行為を、そして自分という存在を。その先にしか、正しい未来はないのだ。なんだよ。置物みてえに黙っちまってよ。俺はただ、聞いてるだけだぜ。補習の理由か。そんなの、あんたには関係ないでしょ。俺がここに呼ばれたのは、マルコのケツを蹴ったからだ。マルコって、僕の友達のマルコ？ああ。ちゃんと話し合おうが口癖のあのクソ真面目野郎さ。挨拶代わりに軽く蹴っただけだったんだが、親が学校に怒鳴り込んだみてえでな。両親が PTA の役員だからね。それもあるだろうが、先行ども決めつけてんだ。バッドボーイのジャン・キルシュタインは、いじめやらカツアゲやらをしてるに違いねってな。不良に見られるのはそんな格好してるからでしょ。自業自得よ。うっせえ、黙ってる。その格好について母親はどう思ってるんだ？母ちゃん関係ねえだろ。そうか。不良ぶってるのは親への反抗心からかと思ったんだがな。わざわざお弁当を持ってきてくれるほどお優しいんだもんね。反発したくなってもおかしくないけど。親離れか。おじいちゃん子の僕にしたら羨ましいよ。てめえら黙って聞いたら勝手なことばっか言いやがって。でも、当たってるはず。不良ぶることでしか母親から育てない。かわいそうなひな鳥。ああ、うっせえな。ああ、そうだよ。てめえらの言う通りだよ。でも、だったら何なんだよ。てめえらも似たようなバカだろうが。ああ！それは。そうかもしれないけど。確かに僕もちゃんと同じように、いや、それ以上にバカだ。アルミン。僕が補習を受けることになった理由は、ごく一部の先生しか知らないし、誰にも言ってない。大っぴらにすると大問題になるからね。お前、一体何やらかしたんだ？実はね。そうして彼らは、補習に呼び出された理由を語り始めた。様々なカーストの裏に隠された悩み。それぞれが密かに抱く思いとは、一体何なのか。進撃のスクールカースト、最終話に続く。ドラマ CD、進撃のスクールカースト、第3話。出演。LA 映画、梶裕貴。三笠カマ、石川優。ハルミン・アルレルト、井上麻里奈。ジャン・キルシュタイン、谷山紀章。ライナー・ブラウン、細谷義正。ヒストリア・レイス、三上しおり。エルヴィン・スミス、小野大輔。リヴァイ、神谷博史。ナレーション、井上麻里奈。以上の皆さんでお送りしました。